はい、では早速始めていきたいと思います。リビングというかうちの中で一番大きく変わったのはやはりこのダイニングエリアだと思います。このテーブルも変わり、椅子も入り、そしてこの食器棚も入ったので以前とは全然違った感じになりました。で、特に私が気に入っているのはこの食器棚ですね。これは食器棚は前からずっと探してたんですが、なかなか見つからなくて、ブロカントのものを扱っているお店で購入したんですが、それは以前の動画でご紹介しています。非常にこの幅が薄いです。30センチぐらいしか奥行きがないので、かつ色もこのちょっとクリームホワイト色なので圧迫感が全然ないというのがすごくいいところで、今まで探したものでこれほど薄いものはあんまり見たことがないです。多分日本だったらあるけれどフランスだとなかなかやっぱり見つからないんじゃないかなと思います。で、高さ的にもすごい高すぎず、上も棚も私の背の低さでも入り、この上の部分はガラスだけれどこの下の部分は全面ガラスじゃないのも実はすごく便利で、こう開けてみますとこの下のとこも棚があるけれど、ちょっとしまっておきたいものとかこの奥の方に入れちゃうことができるのですごく便利です。で、この中のグリーンの色もすごい可愛くて、この部分は薄いグリーンだけれどこの棚はグレーというね、この配色の感じもちょっとおしゃれな感じでいいなと思っています。で、器がすごいこう置いとくとよく映える色だなと思っています。食器棚の中はまた後でご紹介詳しくしようと思ってますが、でこの上にもそんなに高さがないので物が置けるのも良いなと思っていて、こっちにアイビーを置いてちょっと家の中のグリーンを増やす感じにし、でこの真ん中のカゴは以前ビアリッツに行った時にセレクトショップで買ったカゴ、これも動画が昔のものでありますが、さあカゴまた買うのかと思ったけれど、飲みの市で買った鳥が入ってまるで巣のようになっています。でこのちょっとカラフルな何かアルコールの入れ物みたいなのはちょっと色のアクセントとしてここに加えました。で、以前は写真ぐらいしか飾っていなかったこちらの壁ですが、この食器棚が入ってきたので両脇に飾るものを配置してちょっと楽しくするようにしました。で、こっち側は鳥のコーナーにしました。別に鳥がすごい好きなわけじゃないのに気がついたら鳥がいっぱいになっていました。でこれはマラン・モンタギューさんのところで購入した 3T の絵、かわいいです。でこれは、飲みの市で買ったこれフックですね。でここにこれはラメゾンっていうお店で買った鳥をぶら下げてみたり、この辺りは日本から持ってきたものですが、この辺も、動画が昔のがあるので飲みの市とか見てみていただければと思います。でこの下の部分もなのでちょっと飾っているものを置いておりまして、これは以前のポットの写真でしょ。これは飲みの市で買ったカゴにトラが今入っています。トラかクルミかどっちかがだいたいいつも入っています。これは置物じゃないんだね。置物ではないね。はい。でそれからこのちっちゃいテーブルみたいなのは駅前の飲みの市で50セントで買いました。でなんか植木をちょっと置いたりとかしております。で食器棚のこの反対側の方はやはり同じようにちょっと壁と下の部分を飾っていて、これもまたマラン・モンタギューさんのところの絵を額装して飾ったもので、これは先ほどの鳥のフックと同じ飲みの市で買った豚のフック、かわいいです。でこれにちょっとこの日本から持ってきた陶器の鍵をなんとなく飾ったりしています。
この下の部分はちょっとしたベンチとお花と動物のコーナーになっています。で実はここは以前は特にお花を飾ったりはしていなかったのですが、この角度はいつもこう仕事をする時もご飯を食べる時もこっちの窓の方向を向いていたりするので、そうするとここが一番目につくコーナーだということに気がつき、なのでいつもここにはお花を置くようになりました。でなんかふっと気がついた時にお花が目に入ってくるので、すごく癒される感じでとても気に入っています。でこの鳥も以前の飲みの市で買ったもの、それからこのカゴもそうでしょ。これすぐ落ちちゃう、すぐ落ちちゃうが、このワンコ&バンビも飲みの市で買ったもの、だから飲みの市で買ったものがすごい多いですね。ワンコ&バンビ見せてください。はい、ワンコ&バンビはワンコでしょ。でバンビです。これは気に入っております。可愛いから。はい。でこの下のベンチですが、このベンチは今こう物を置いてしまっているけれども、何か高いところに物を取るときは使えるし、こっちのちっちゃいベンチなんかはこの食器棚の上のアイビーのお水をやったりするのにもすぐピュッと出せて便利です。実はなんかこんなちっちゃいね、こういうものだと、置いといても可愛いし、パッとこう踏み台の代わりにもなるので、実はすごい便利だということに気がつきました。でこれも飲みの市で買ったんだっけ。これ飲みの市だっけ。これ違ったかな、忘れちゃったね。お店かな、これは飲みの市だね。であとこの人もさっきの鳥と豚のフックを買ったお店と同じ飲みの市のおじさんのところで買ったやつ。これも可愛いから気に入っています。でこれカーテンをここは取り付けたんですね。私が頑張って作りました力作であります。ってほどでもないか。だが、この柄がすごい可愛くて気に入っていて、なんか実際視聴者さんでこの柄のカーテンが作りたいから日本で売ってますかというお問い合わせをいただいて、この柄のカーテンをオーダーしたというご連絡をいただいたというね。可愛いよね。でもすごい柄がね、気に入っています。この色の感じもすごく好きで、こちらのテーブルも新しくなったもので、これは、この食器棚を買ったのと同じブロカントのものを売っているお店で購入しました。でこれすごい気に入っていますが、でも最初の買った時私はこの幅がこう狭い、前のテーブルより狭いのは大丈夫なのかなってすごい気になっていたんですが、夫がなんかそれはパリらしいからいいというでこれにしました。でももうやっぱこの天板の感じがね、すごいこうアンティークっぽくって、すごくこうご飯とかも前よりずっとこう見栄えが良くなってねすごく良くなったのと、それからここに引き出しがあるのですが、これが地味に便利ね。こっち側に夫のパソコンを入れたり、こっち側私のものを入れたりとかしていて、なんかこうテーブルの上のものをささっとしまっちゃうっていうことができるので、うちはこれをダイニングテーブル兼仕事机でもあるので、ご飯の時に仕事のものをここにささっとしまうとかいうのができるのがすごい地味に便利だったりしています。でこのテーブルの下のこのタピは先日購入したものですね。動画も撮影させてもらっていますが、すごくこれも気に入っていて、キリムなのでこうサイズ感的にもいろいろバラバラなものだったんですが、うちにはこのサイズがすごくちょうどよく、かつ色の感じもいろんな色が入っているけれど、ちょっとこうはっきりしてない曖昧な色の感じが私がすごい好きな色の方向性に似ていて、うちのものともいろいろマッチしていると思います。でこのね、これのこの足の色とかもこんな感じに近いし、やっぱり似たような色だとこう合わせやすいなという
感じですね。でここのタピーがここに入ってきたおかげでこちらのこのダイニングコーナーがすごく明るく、そしてちょっと温かみも入って可愛くなったなと思ってとても気に入っています。で椅子もこの2脚は新しく購入したアンティークの椅子ですね。でこっちのやつは1年前ぐらいに買ったのかな。でこんな感じでですね、ここ今ちょっとファー貼ってあるからあれですが、こんな絵柄が描いてあって可愛くて、でこれはマレー違う、バスティーユの方のアンティークショップで見つけたもので、すごい可愛くてね、すぐにこれだってなって買ったという。こんな後ろはこんな感じで今ちょっと紐がつけられちゃってますが、でもこれそしてアンティークの椅子すごいな、すごい軽い。だからすごい取り扱いが便利で、前の椅子よりずっと楽になってすごくいいな、この軽さと思っています。でこのツーさんの好きなこのちょっとクニッとなったベントウッドチェアっていうスタイルのやつですね。これはツーさんが大好きな猫足のスタイルの方向ですね。でこっちに関しては去年の夏にブルゴーニュに行った時にやっぱりアンティークショップでたまたま入ったところで買ったもの。こっちはちょっとこういうなんかメッシュになっていて、でこれもすごい状態がいい。だから安くしないって言って絶対安くしてもらえなかったけれど、でもすごいね座り心地も良くて気に入っています。これをわざわざブルゴーニュから持って帰ってきたと感じですね。これもやっぱりまたこのベントウッドチェア。これはですね、チェコスロバキアから来てるものです。そうなの？そうだよ、チェコのメーカーだよ。へえ。後ろにね、ブランドの名前が書いてあります。あら、よいしょ。このフィシェルっていうのが、チェコの、マゲキのそのベントウッドチェアの有名なところの椅子です。なるほど。はい、おじさんそんな説明してくれなかったね。僕は後で調べたんです。でもこの椅子もやっぱりすごい軽くて、あとなんかこっちの方が座面が大きいからちょっと座りやすいみたいで、猫はこっちによく座っていますね。まあ猫の椅子じゃないけどね。でこちらのソファーがあるコーナーはそれほど大きく変わっていないんですけれど、一番ここで変わって可愛いなと思っているのはこのシャンデリアかな。これは、テーブルとそれから食器棚を買ったお店で一緒に購入したものというか、その時は可愛いねって言っただけだったんだけど、やっぱりあのシャンデリアすごい可愛かったよねっていう風に後からなって取り置きしておいてもらってまた後日買いに行ったというシャンデリアです。でこれはすごいこの色のグリーンも可愛くて、あとお花の感じもそんなね、今までこういうのあんま見たことがないもんね。なんか普通のシャンデリアとはまた違ってこの花の感じがすごく可愛くてとても気に入っています。あとこっちで変わっているのはこの壁側のコーナーがすごい前よりは変わりました。で一番ここはツーさんが肝入りで誕生させた音楽コーナーであります。これがレコードプレイヤーなんだけれど、ここになぜこの iPad があるかというと、これで Bluetooth で、つなぐこともスピーカーとして使うこともできるから、Spotify につないで音楽を聴いたりもできるし、レコードで音楽も聴けるということです。ここがスピーカーってこと？そうですそうです。そこはスピーカー。でこの中はレコードがあると。いやないです。それレコードがあるのはその下。でこの下にツーさんのレコードコーナーがこのつつましやかにある感じです。マジョリティは掃除グッズ。だからしかしだいぶ増えたよね。だいぶ増えました。これはもうだんだん押しやられてこの掃除グッズはもうすぐなくなると思うよと視聴者さんにもコメントされました。まあね、そうね。正しい推理。まあでも別に今これがないと倒れちゃうからね。そう。こう抑えになってるね。はい。っていう感じで、この中にはいろいろ細かいグッズが入れられています。であとこの壁の、飾り棚もちょろちょろと変わっていて、
例えばこれとかもノミノ市で買った額がここに配置されました。でしょ。でそれからこの瓶ね、これもノミノ市で買ったガラス、色ガラス、これはねここにもこっちにもこっちにもあって3つ揃っています。でこれはアイビーが長くなったのを切ってここに水耕栽培中です。でそれからこんななんかろうそくとかもね、また田舎の飲みの市に行った時に買ったでしょ。これ気に入っています。なんとなく普通のろうそくがちゃんと使えるので。でここが以前にご紹介したミニチュアね、コレット・ブランさんのかわいいミニチュアはここに配置されました。そんな感じでこのコーナーだいぶ充実した構えになりました。でこの猫グッズとしてもう一つ増えたのは猫の、窓際にくっつけられるハンモック棚なのですが、これ最初の頃は誰も乗ってくれなかったのに、このふかふかのこのフェイクファーを導入してみたら最近はみんななんかふっと気が付くと思ってるよね。あったかいってやっぱりいいのかな。トラは特にね。特にふかふかで。でトラとくるみさんが代わりばんこに寝ています。では食器棚の中のものをちょっとご紹介してみようかと思います。でなんかこうだいぶいろんなものが増えてきたのですが、よいしょ。例えばですね、この新しく買ったこれはブロカントのものを売っているお店で買ったやつですね。これジアンのこのお皿、葉っぱの模様の、これは割とデザートによく使っています。というのもこの葉っぱの模様がこう繊細だけど可愛くて、ただお料理だとちょっとこう地味になりがちな感じなので、ケーキとかそういう可愛いものによく使っております。で珍しくうちにしては4枚もあるので、みんなで揃って使うこともできるっていうのもポイントです。でそれから私は長細いお皿がおかずを入れるのにすごく好きなんですが、だいぶそれも少し増えまして、よいしょ。例えばこれとか、これはまだ買ったばかり、これもこれ一緒に買ったやつか。で例えばこういう長細いものっていうのは野菜とかも長細いまま入れたりできるし、あとはチーズとかもこうスライスしてこう横にすると割とこうテーブルのメリハリになるので、長細いお皿は割といくつあってもいいかなと思っています。でこういうシンプルなやつは中にこう彩りがあるものを使えるし、こういう柄があるものとかだったら中に例えばチーズとか白っぽいものとかでも周りにこうアクセントがあるので使いやすいなと思って使っています。でそういう意味ではこの長細いバージョンはいろいろサイズがあると、例えばこういうちっちゃい長細いんだったらお漬物が入れられるし、これはこっちだとちょっと大きいなっていうような副菜とかそういうものだとこれが入りやすいし、逆にうちは食べないけどアスパラガス的なこう長いお野菜とかはこんぐらい長いと使いやすいかなと思って使ってます。でそれからサラダはうちはすごいサラダをよく食べて、夕ご飯はほとんど必ずと言っていいほどサラダがありますが、サラダはそもそもグリーンの色が、基本的にはグリーンがあるので、割とシンプルなお皿でも綺麗というよりはいろんな色のものを入れたりするときはシンプルな方が実は映えたりするので、この例えば白いお皿とかもグリーンがあってさらにちょっと赤いパプリカだったりトマトだったりとかが入るとすごく素敵になります。ただ真っ白でプレーンなお皿すぎるとちょっと寂しくなっちゃうので、うちはこういうちょっと厚みがあったりちょっと歪んでいる感じになっているようなアクセントがあるっていうか、こう趣のあるお皿にするように白の場合はしています。でこれも同じそんな感じで、この白だけどここに不思議なこういう手が入るような部分があったりちょっとぽってりしたり、こういうのだとお野菜のおかずとかも割と
可愛く盛れるなと思っています。でこれはいただいたお皿ですが、こういうガラスのブルーは結構実はすごい使いやすいなと思っていて、夏のご飯にも合うし、でサラダはこうフレッシュなものなのでガラスの質感によく合います。だからこれもサラダによく使ってます。あとこれはもうすごいしょっちゅう使っていますが、これも以前の動画でご紹介したセレクトショップで買ったもの。これちょっとフラットなのでパッと見ちっちゃいんですが、いっぱいぼーっと葉っぱがいっぱい入るのでお野菜いっぱい食べたい時におすすめだし、グリーン一色のなんかただのグリーンサラダでもこんな感じで色があるから全然寂しい感じにならないので可愛いです。でお友達が来た時なんかはサラダが大きめの方がいいので、このパンっていうブロカントのものを買ったお店で買ったこの入れ物をよく使っています。このサイズ感すごい便利で、サラダもいっぱい入るんだけれど、こう蓋もあるから他の用途にも使えるし、釜揚げうどんなんかもこの容器に入れたりとかできるので、意外といろいろ使えてとても便利です。でこの中からも意外に和風にも合います。割と和風と洋風っていうのはあんまり境目なく使えるというのが私の実感であります。でよいしょ、これ多分欧米では普通にこうサラダ用とかの大きさなのかなと思うけれど、我が家では取り皿として使っていて、でこれがすごいよく使っているサイズ感ですね。サラダだったり副菜を取り分けたりするのにはこのサイズがベストなのですが、これに関してはもうとにかくこの2枚はすごいよく使っている。これはすごくこうカラフルなので一見なんかっていう風になっちゃうかもしれないんですが、取り皿だとこれ自体がもうこうポイッとテーブルにあるだけで華やかになるので、こうなんだろうな、彩りを食卓についでに添えてくれるという意味では取り皿としてすごく優秀なのです。そういう意味では我が家は結構取り皿的なものはいろんな柄だったり色があるものが多くて、これもブロカントで買ったお皿ですが、これは割とちょっと洋風なので洋風な日の取り皿に使ってみたり、この辺りもねこの2つなんかは私の中ではちょっと似た柄なので、この2つを1人ずつ使ったりとかして、もう全く別の柄だけれども一緒にしちゃっても良いです。こういろんな柄をね取り入れても取り皿だとあまり大きすぎないので使いやすく柄が使えると思います。でこういうちょっとこう黒っぽい器はすごいグリーンとか赤とかこうカラフルな食べ物食材にすごくよく合うので、例えば副菜とかでお野菜のものちっちゃいおかずみたいなものもこういうのだとすごく色がこう引き立つので、そういった副菜にはこれをよく使ってます。で同じような意味でもメインのお料理はこういう黒のお皿だとちょっとこうバーンとインパクトが出てくるので、私は黒のお皿は割とメインのお皿にメイン料理の時にも使ってます。でこういう黒いのでも例えばエビとお野菜炒めたりとかだとすごく色が映えてくるし、でなんか豚とかそういうねこうものもそれはそれでこうボリューム感があるので黒の中でもこうボーンとなるから美味しそうに見えます。で同じようにこういったちょっと柄があるけれど大きいお皿はメインにもすごい使いやすくて、このなんかねこう柄とかって使うとちょっと派手になりすぎるかなって思いそうですが、色の感じがそんなに2トーンしかないので意外にいろんな何にでも合うのでおすすめです。で逆になんかチーズとかこう白っぽくって色がそこまでないものは逆にこういうカラフルな大きいお皿に乗せてあげるとすごくこうボリューム感が出てメインっぽくなります。なんでうちでは例えば大きいチーズとサラダで、これだけでボンっていうこう昼食の時とかにもすごく洒落た感じに
見えてきます。これが例えば真っ白なお皿だとちょっと寂しい感じになっちゃうんじゃないかなと私は思います。そんな感じでですね、いろんな色がいっぱい我が家の食器類はありますが、でもね、こうやって見ていただいても色ばっかりだけれど意外と全部うまくマッチするのです。なんで色はね、そんなに怖がらなくてもいいというか、いっぱい色があっても好きな色であれば割とねうまくいくというふうに以前インテリアデザイナーさんにもお話を聞きました。インテリアも同じで、やっぱり色がいっぱいあっても割とまとまると。なんでこう色を怖がらずに可愛いなと思ったら使ってみて、ダメだったら誰かにあげればいいんですよっていう感じですかね。はい。カリカリ。